こんにちは、盆栽職人南谷俊です。今日は黒松の夏の手入れについてやりたいと思います。もう夏は黒松はもう芽切りだけなんで、今日はそれを実際にやってみたいと思います。なんでやるかっていうと、これ切った後に次に出てくる芽がある、その2番芽っていうんですけど、2番芽を短くするのが一つっていうのと、あとはこういうふうに葉っぱが多くて火が入らないことがあるので、火がしっかり入りやすいようにするというのが目的になります。そもそも芽切りというか芽って何ですか？芽っていうのはこれだとちょっと小さくて分かりにくいと思うので、ちょっと大きめなのを用意しました。これも黒松です。同じで、これが芽なんですけど、真ん中にあるこの芽、これは、今年の芽です。今年の春に出てきた芽で、この下にあるのは去年の葉っぱ。この芽を、今年の芽をこの下の方で切るんですよ。そうすると2番目に出てきた芽がすごくコンパクトになる。芽っていうのは新芽のことなんですか？新芽ですね。その新芽を切る理由は？この2番芽が短くなると、こっちの全体的に葉っぱがキュッとこう短くなるんですよ。そうすると、いわゆる大木感っていうのが出やすくなる。あとはここ切ると、ここから2番目に出てくる芽が2つとか3つとか出てくるんですよ。そうすると芽の数を増やすっていう意味もあります。増えると全体的なボリュームが出るんですよね。そうするとより見応えがある木になる。で、実際に芽を切る時なんですけど、ちょっとこれだと小さいので見にくいので、大きいのを使ってやります。で、切るのは新芽を切るので、だいたい 1,2 ミリ新芽のこの軸を残したまんま切ります。これを全体的にやっていくっていうのが芽切りの作業になります。じゃあ実際にこっちもやってみたいと思います。これ実は芽切りってやり方が2種類あるというか、下からやるっていうのもあるんですけど、全部なるべく長さを揃えたいっていう場合は、下の方から切って1週間とか2週間後に上の芽を切るんですよ。そうすると上も下も同じぐらいの長さになって全体的にまとまるっていうのがあるんですけど、もう一気に全部切っちゃいます。切る時のコツは、今僕このハサミでこれこう避けながら真ん中の新芽を切ったんですけど、これをもし古いのも一緒にパツって切っちゃうと葉っぱが少ないので栄養を取れなくて弱ってしまうっていう可能性があるんです。なので気をつけるポイントとしては、しっかりこの去年の葉っぱを避けて切るっていうのは大事です。はい、これ実際にやるんですけど、ここにあるのが古い葉、これ真ん中のが新芽なので、これを避けて切らないように注意しながら切る。新芽だけを切る。使ってるハサミ、はい、それもなんか専用のもの？そうですね。よく使うハサミなんですけど、やっぱ先が細いじゃないですか。だからこういう細かいところにも入りやすい。太いとこういう細かいところに入れるのがちょっと大変なんで、盆栽は基本的にはこういう先が細いハサミを使います。先が細いハサミなら100均ハサミでもいけるんですか？そうですね。切れ味が良かったらいけると思います。僕やったことないですけど、今パツパツ切ってるんですけど、実際には切っちゃいけない芽もあるんですよ。今年の新芽がしっかりしてるやつだったらもう切って大丈夫です。だけど今年の新芽がまだ本当にちっちゃくてもう軸もないやつはあんま切らない方がいいんですよ。それ切っちゃうと2番目が出てこない可能性があって、そのままその芽だけ死んでしまうってことがあるので、もう全部切ればいいってわけじゃなくて、ある程度選びながら、本当に弱い芽は切らない、強い芽は切るっていう風に選びながらやります。ちなみにその弱い芽って今ありますか？弱い芽あります。これ見えます？これは切っちゃダメな芽。はい、これ古い葉なんですよ。この横についてるやつ。はい。でこの真ん中の色違い分かるかな、ちょっと黄緑がかってるんですけど、これまだこれ全然ちっちゃいんですよ。それは切っちゃダメ。これは切んない方がいいです。これを切る時期もあるんですけど、これはいわゆる商品盆栽、ちっちゃい盆栽なんで、今日が7月5日なんですけど、
これぐらいのやつはまあ7月ぐらいにカットして大丈夫です。ただ、ここにあるんですけど、これもまだ切ってないんですけど、これぐらいちょっと大きいともう6月下旬までにはもうカットした方がいいんです。これをじゃあ仮に6月の中旬ぐらいに切ったとしたら、2番目に出てくる芽がめちゃくちゃ伸びちゃうんですよ。そうすると全体的にもう幹はこんなちっちゃいのに葉っぱが長いってすごくアンバランスなんですよね。だけどこれぐらい大きい木だと葉っぱがある程度伸びてもちゃんと全体的なバランスが取れるんで、やっぱり大きい木からなるべく芽を切っていく。初心者の方とかだと多分これぐらいの持っている人が結構多いかなと思うので、目安としてだいたい7月の頭ぐらいでいいと思います。この芽切りの作業をしてください。結構切っちゃうんですね。結構切りますね、ちゃんと。切った量の方が多いぐらい。そうですね。残す量より切る量の方が多いです。あとはこの内側にある芽、これは内側、これ外側の芽なんですけど、いずれここで切りたいんですよ。この内側の芽を残した状態でここで切る。なんでこの子にしなれると困るんですよ。仮にこの子が枯れるとここからここまで枝がないじゃないですか。すごく間延びしちゃうんで、この内側の芽っていうのはすごい大事なんですよ。内側の芽でも強い芽があるんでそういうのだったら大丈夫なんですけど、内側の芽でもう弱いのはもう完全にノータッチ、切らない方がいいです。生け垣とかだとなんかこう周り刈り込むやんか。盆栽はそういうことはせえへん。こういう風にはいかないですね。あくまで一本一本なんですけど、じゃあさっきの大きいバージョンでやるとすると、じゃあこの新芽を切りました。で去年の葉っぱが残りますってなった時に1本だけこのフルバが長いっていうことがあるんですよ。この全体で見てなんかやだなっていう、そういう時はあくまでこの長いやつだけちょっとこういう風に切ることはあります。それは強弱をつける、強弱を均等にするというか、長いとこいつだけにエネルギーが集中しちゃって、さっき言ったその中の芽とか大事な芽にちゃんとエネルギーがいかないことがあるんで、極端に長いフルバは芽を切った後にこのフルバもカットするっていうことはあります。はい、ということで今日は、黒松の芽切りを実際にやってみました。ちなみになんですけど、赤松も芽切りがあって、ただ赤松の場合だと黒松よりも少し早い時期、半月ぐらいかな、早い時期に芽切りをします。はい、ということで質問があればコメント欄でお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。